こんにちは、なのです。皆さんは2024年の手帳は何にするか決めましたか？ここで今回は iPad のノートアプリで使える2024年のダイアリーとその活用方法、楽しむコツを紹介します。ダイアリーのコンセプトは可愛く楽しく自分らしくです。可愛くについてはフォーマット、フォント、色などデザインの可愛さにこだわりました。このダイアリーを手に取ったあなたが、毎日開きたい、書きたい、見返したい、かわいい、楽しい、と思っていただけたら嬉しいです。楽しくについては、毎日の手帳時間をより楽しめるように、手帳に使えるステッカーとカラーコードを用意しました。これで勉強やスケジュール管理、日常の記録など、あなたの日々の暮らしがもっと楽しくなれば嬉しいです。自分らしくについては、自分のライフスタイルや手帳を使う目的に合わせて使っていただけるよう、3種類のウィークリーフォーマットを用意しました。さらに、それぞれ月曜始まりと日曜始まりのバージョンもあります。ぜひ自分のライフスタイルや目的に合った手帳を選んで楽しんでいただけたら嬉しいです。次にダイアリー2024年の構成を紹介します。ダイアリー2024年はこのような全84ページの構成となっています。先ほど述べた通り、ウィークリーのフォーマットは3つあります。1つ目はバーチカルタイプです。バーチカルタイプは1週間の予定を時間軸で書き込め、1日の流れを把握しやすい形になっています。1日に複数の予定がある人や、時間単位で予定を書き込みたい人におすすめです。2つ目はブロックタイプです。ブロックタイプは、ブロックの上半分は罫線が入っていて、トゥードゥ管理や記録もしやすい形になっています。予定とトゥードゥ管理を中心に書きたい人や、日記などの記録もしたい人におすすめです。3つ目はメモタイプです。メモタイプは、ページの大部分が方眼のメモ欄になっていて、自由度の高いフォーマットになっています。そのため、マンスリープランを中心にメモを取りたい人や、フォーマットを週ごとに自由に変えたい人、バレットジャーナルとして使いたい人におすすめです。ここでは自分に合ったウィークリーフォーマットがどれかわからない方のために簡単な選び方を紹介します。細かく予定を立てたい人にはバーチカルタイプ、ざっくり簡単に予定を立てたい人にはブロックタイプ、自由に予定を立てたい人にはマンスリーメモタイプがおすすめです。ぜひ選ぶときの参考にしてみてください。次に使い方と書き方のポイントを紹介します。まずは目標ページです。目標ページでは、はじめに星マークの部分に新年の抱負や成し遂げたいことなどを書きます。次に星の周りに成し遂げたいことを実現させるための目標を8つ書きます。最後にステップ2の目標を達成させるための小さな目標を8つずつ書きます。書き方のポイントは次の3つです。
目標を達成させるための期限・期間を決める。目標の優先度をつける。決めた目標を達成するために、毎月、毎週、毎日のトゥードゥに組み込み、行動するです。私はこのようにカテゴリーに分けて目標を書いてみました。ぜひ自分なりに自由に目標を立ててみてください。次はルーティンページです。ルーティンページでは仕事や学校などオンの日と休みの日などのオフの日に分けて書くことができます。ここでは毎日のルーティンやルーティン化したいことを書くことができます。また、ルーティンの前に絵文字などでアイコンをつけるとわかりやすくなります。さらに、ウィークリーページを書くときに、ルーティンページからコピペすると便利です。例えば、このように書くことができます。右の円はこのように長押しすると直線になって書きやすいです。色を使って書くとよりわかりやすくなります。ぜひ書くときの参考にしてみてください。次は習慣トラッカーのページです。ここでは左側の部分にまず習慣化したいこととその期間、頻度を書きます。そして達成したら右側のカレンダーに記録していきます。次はウィッシュリストのページです。ここではまずやりたいことを思いつくままたくさん書いていきます。その次に行きたいところや欲しいもの、食べたいものなどカテゴリーに分けていきます。最後に数字や期限などを入れて具体的に書いていきます。叶った時はチェックなどして忘れずに記録してください。次はレビューページです。ここでは1年の思い出など自由に記録をしてみてください。日付を書いたり、写真や画像を貼ったり、感想などを書いたりすると、後で見返すのが楽しくなると思います。最後はフリーノートのページです。フリーノートの使い方は3つあります。1つ目は、フリーノートは1ページしかないので、基本的には複製して使ってください。フリーノートのページで、現在のテンプレートをタップすると複製することができます。2つ目はコピー&ペーストして使う方法です。ウィークリーページを書いているときに書くスペースが足りなくなったら、このようにフリーノートをコピーして、ウィークリーページの隣にペーストすると、追加でメモすることができます。3つ目はリンクでつなげる方法です。これは GoodNote 6の新しい機能を使ったやり方です。まず、現在のテンプレートをタップして、フリーノートを複製します。次にサムネイルでリンクにつなげたいページの番号を確認します。そして、ウィークリーページの右上を長押ししてリンクを追加します。ページに先ほど確認した番号を選択してリンクを編集します。リンクができたら長押ししてページに移動をタップすればそのページに移動できます。自分がやりやすい方法でフリーノートを使ってみてください。次にダイアリーの活用例を紹介します。活用例は大きく分けてこの3つがあります。1つ目はスケジュール管理や計画に使う方法です。仕事やプライベートのスケジュール管理、学校の授業のスケジュール管理、
検定、資格のための勉強計画などのために使うことができます。二つ目は記録に使う方法です。マンスリーページに日記を書いたり、自分のその日の感情を記録したり、他にも毎日の献立や着た服を画像や写真をつけて記録したり、本を読んだり、映画、ドラマを見たり、音楽を聴いた感想を記録することもできます。三つ目は管理に使う方法です。マンスリーページにその日使ったお金を記録したり、体重や運動したことの記録、睡眠時間など健康に関する記録もできます。このようにいろいろな活用方法があるので、ぜひ参考にしてみてください。次にダイアリーを楽しむコツを5つ紹介します。1つ目はステッカーを使って楽しむコツです。付箋のステッカーは内容ごとに色分けして使うことができます。白色のペンで上から書くと可愛いです。チェック柄のメモのステッカーはマステとして使うこともできます。自分の好きな長さや形にトリミングして楽しんでみてください。丸、三角、四角などの形のステッカーはチェックボックスに使ったり、バレットジャーナルのキーとして使うことができます。星のステッカーは並べて何かの度合いに使うこともできます。感情ステッカーは毎日の気分を記録することに使えます。丸のステッカーを使って自分で表情を描くのもありです。メモ機能を使って自分でステッカーも作ることができます。やり方は簡単です。投げ縄ツールで描いたものを囲んでドラッグ&ドロップするだけです。グッドノート6でステッカーも作ることができます。そこで今回はこの3つのメモパッドの作り方を紹介します。まず書類の新規からノートをタップして新規ノートを作成します。次にサイズのカスタムをタップして 200×200 ポイントに設定します。テンプレートを変更をタップして用紙の色を変えます。自分の好きなメモパッドの形を書いてデザインしていきます。これで完成です。次に To-Do リストのメモパッドを作っていきます。今回は用紙を罫線にして作っていきます。太めのハイライトでまっすぐの線を引きます。デザインを書いたら完成です。次に3つ目のメモパッドを作っていきます。今回は用紙テンプレートを方眼、色を紫色で作っていきます。方眼の線の色は白色に変えます。デザインしたら完成です。
作ったメモパッドの使い方は、画面を2分割してドラッグ&ドロップするだけです。好きなサイズに調整してダイアリーで使ってみてください。二つ目はアイコンを使って楽しむコツです。今回は絵文字を使って紹介していきます。絵文字を予定の前につけると、アイコンのように使うことができます。顔の絵文字はその時の感情の記録をするのにも使えます。絵文字は新しいフォントを追加すれば別の絵文字を使うことができます。まず Google フォントと検索をします。Google フォントの画面を開いたら、左にあるノートをタップします。すると、ノートカラー絵文字というフォントがあるので、選択します。ダウンロードファミリーをタップして、フォントをダウンロードします。次に、ファイルアプリでファイルを解凍し、開きます。そして、フォントを iPad に取り込むアプリを開いて追加します。詳しくはこの動画を参考にしてみてください。ノートカラー絵文字を使うと、もともと入っている絵文字よりも可愛い感じになります。このように絵文字をアイコンとして自由に使って楽しんでみてください。三つ目は色で楽しむ方法です。可愛い色だと描くのも楽しくなりますよね。そこでここでは自分だけのカラーパレットを作る方法を紹介します。その前にまずダイアリーについてくるカラーコードの追加方法を説明します。まず、投げ縄ツールでカラーコードを選択し、コピーします。次にカスタムでカラーコードをペーストし、プリセットに追加したら、色を追加することができます。GoodNote 6では、スポイト機能で追加したい色を選択すれば、追加することができます。次に自分だけのカラーパレットを作る方法を2つ紹介します。1つ目は Pinterest や Safari でカラーパレットと検索してカラーパレットを作る方法です。自分の好きなカラーパレットが見つかったら、その画像をダウンロードします。ダウンロードしたら、ダイアリーにその画像を取り込みます。カラーコードが書いてあるものはコードを入力すれば追加でき、ないものはスポイト機能で追加できます。二つ目は画像からカラーパレットを作る方法です。好きな画像を見つけたら、画像をダウンロードします。スポイト機能で画像から色を3個ほど選択して追加します。このように自分だけのカラーパレットを作ってダイアリーに使ってみてください。4つ目はテキスト機能で楽しむコツです。テキスト機能を使えばこのようなものを作ることができます。作り方は簡単です。まずテキストボックスを選択して、このマークをタップすると、テキストボックススタイルを変更することができます。背景の色を変えたり、枠線をつけたり、
シャドウをオンにすると影をつけることもできます。また角を丸くすることもできます。仕事とプライベートの予定を色分けしたり、重要なことや締め切りのものを書くのに使ったり、トゥードゥーリストなどの枠を作ったりすることもできます。自分なりに自由に作って使ってみてください。ちなみにテキストの色をテキストボックスの背景と同じ色にすれば、付箋のように使うこともできます。5つ目は、表紙で楽しむコツです。表紙で楽しむコツは2つあります。1つ目は、表紙の画像を自分の好きな画像に変える方法です。まず、表紙ページに好きな画像を取り込みます。最後にトリミングして元々ある画像の部分の上に重ねたら完了です。2つ目は別の表紙に変える方法です。やり方はノートに入れたい表紙を取り込んで1ページ目に移動するだけです。簡単なのでぜひ自分のお気に入りの表紙に変えて楽しんでみてください。次にハイパーリンクの使い方を紹介します。ハイパーリンクの使い方は2つあります。1つ目は編集モードで使う方法です。編集モードでは投げ縄ツールでハイパーリンクのある部分を長押ししてリンクを開くをタップするとそのページへ移動することができます。2つ目は閲覧モードで使う方法です。まず編集モードから閲覧モードに切り替えます。そしてハイパーリンクのある部分をタップすれば移動することができます。次にハイパーリンクがついている部分を紹介します。まず表紙以外の全ページについているリンクはこのようになっています。年間プランのページには各月のマンスリーへ移動するリンクがついています。年間カレンダー、週間トラッカー、マンスリー、ウィークリーはこのようになっています。最後にダイアリー2024のダウンロード方法を紹介します。まず概要欄にあるリンクをサファリで開きます。次に使いたいダイアリーを選んでタップします。カートに入れるをタップして購入手続きをします。完了まで進んだらメールに商品が届くので確認してファイルに保存します。そして ZIP ファイルになっているので解凍します。共有ボタンを押して GoodNote で開くをタップし GoodNote で読み込めば使えるようになります。詳しくはこちらの説明をご覧ください。今後ステッカーやジャーナルもお届けする予定なので楽しみにしていてください。2024年も iPad 手帳で楽しく充実した一年にしていきましょう。